ロシア軍が占領地を失っています。ウクライナ軍の反撃が徐々にロシア軍を痛めつけている証拠です。これは本格的な侵攻が始まって以来のロシア軍の大きな転換期となっているでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦争の長期化に伴ってニュースではなかなか取り上げられなくなったこの侵略戦争。しかし、ウクライナ軍の抵抗は頑強であり、そしてロシア軍の攻撃能力を削ぎ、じわりと領土の奪還を果たすようになっています。これは明らかに状況が変わりつつあることを意味します。これまでロシア軍は多くの兵士を犠牲にしつつも、その人海戦術をもってウクライナ軍に打撃を与え、徐々に前進を果たしてきました。期間によってその速さについては異なっているのですが、しかし、たとえ歩みが遅くても、少しずつではあるものの、ウクライナの領地を削り取ってきたのです。おおよそここから先100年程度かければ、ウクライナを占領できるというのが今のところの見込みでした。しかし、ロシア軍の100年かければなんとか侵略ができるかもしれないという状況がいよいよ逆転するようになりました。戦争研究所の分析によると、ロシア軍のこれまでの占領地域は減少に転じたというのです。つまり、100年攻撃しようが1000年攻撃しようが、侵略を達成することができず、最終的に占領地を失ってしまうという見込みへと転換したわけです。基本的に戦争研究所のレポートというのはある程度の時間差が経ってから発表されることが多く、そうした意味では速報性としてはちょっと劣るものです。しかし、その分だけ分析を重ねた結果が公表されることもあり、ウクライナ、ロシア双方のプロパガンダとは一歩引いたかなり客観的な情報を提供してくれます。そうした戦争研究所の分析によると、大きな町、もしくは地区全体を取り戻すといったことはまだまだできていないものの、各所においてウクライナ軍が反撃を行い、ロシア軍を後退させ、領土を奪還を果たしているということが報告されています。それはどこかの地区というわけではなく、全般的にの話です。主に東部と南部における戦いが領土奪還を果たしている地域で、特に南部戦線においては、ロシア軍がかなり占領地を失っているようです。これまでのようなじわりじわりとでも前進を果たしてくるロシア軍といった姿から、逆に今度はウクライナ側がじわりじわりと領土を奪還するというフェーズへと移行したというのは、基本的にこれは良い兆候だと言えるでしょう。なぜならば、現在のウクライナを支えているのはヨーロッパであり、以前のようなアメリカ、ヨーロッパ双方が支える状況とは異なっているからです。以前よりも支えが減っているにもかかわらず、ウクライナが領土を奪還しているというこの事実そのものが、相対的にロシアとウクライナの力関係の変化を示しています。戦争研究所はこうした状況に関して、まず前線地域における天候状況、ロシア軍側には泥濘期が続いたことが、前線の物資補給の妨げになったと分析しています。また、さらにはこれまでも伝えてきたような、ロシア軍内部における情報の統制混乱も悪影響をもたらしているだろうと言われています。これはアメリカの実業家イーロン・マスク氏の経営している会社が提供している衛星ネットサービス、スターリンクからの遮断といったものが未だにロシア軍にとって大きな打撃となっていることや、ロシア政府自身も情報統制のためにインターネットサービス様々なものに対して規制をかけ、それがロシア軍内部における情報のやり取りを困難にさせてしまったという問題も発生し続けています。それでは、そうした前線地域における変化をもたらすロシア内部に対する反撃、その成果などについても見ておきましょう。今日新たに入った報告によると、ウクライナは2カ所に対する重点的な攻撃を行いました。それは黒海に面する港、ノボロシスクに対する攻撃で、石油を運ぶためのタンカーを攻撃したというのです。これについては映像も公開されていました。ノボロシスクは元々のロシア領であり、ウクライナから見れば非常に遠方の港です。そのような港にまで無人の水上ドローンを接近させるというのは基本的には困難なはずです。ロシア側にはこうした攻撃を見張るための手段はいくつもあります。ヘリコプターで巡回することもできますし、小型の船舶をある程度巡回させることも、こうした水上ドローンを発見することに役立ちます。しかし、そうした警戒網をすり抜けて、タンカーを攻撃することに成功しました。また、バルト海側の港に関しての攻撃においては、かなり新しめの軍艦に対する攻撃を成功させたとしています。この件に関しては残念ながら映像がなかったのですが、攻撃が成功していれば、被害額は相当なものになるでしょう。
続いて、攻撃が終わった後の成果の確認についても見ておきましょう。インターネット上ではこうした発表された後に実際どうだったのかを確認するOSINTの活動があります。これは情報公開されているデータを元にして、実際真実かどうかを確認する人たちです。確認手段としては、民間の衛星サービスを利用し、現地の状況、写真などを元にして確認するわけです。例えば、数日前に攻撃が行われたペルミ周辺に対する攻撃では、精製所や石油の放出施設、そうしたものが集中的に攻撃を受けました。ペルミの油を送出する施設においては、中枢機能である油を貯めるところと送り出す施設、この2つがかなりのダメージを受けました。衛星から撮影された写真を元にしてみると、溜めていたタンクはもはや跡形もなく燃え尽きているような状態で、この状態を再建するには数ヶ月では足りないかもしれません。それこそ年単位での再建計画が必要な、それほどの大被害となっています。またその他の石油施設に対する攻撃の成果の確認もされていました。こちらはペルミの石油送出施設よりもより大規模な施設で、貯蔵タンクもいくつもあるような大規模な施設です。こちらに対する攻撃もかなりの成果を見せました。3つのタンクはもはや跡形もなく、そして形は残っているけれども、もはや機能しないと見られるタンクも5つ存在します。そしてその周辺における配管なども完全に焼け落ちているような状態ですから、こちらもやはり施設全体の再建にはかなりの時間がかかるでしょう。当然そのための予算も技術者も必要となります。そして被害額やもしくは被害の規模、影響度から言えば大きくはないものの、初めての攻撃成功という意味では、ウクライナにとっては快挙の作戦があります。それが、ロシア中央にある空軍基地に対する攻撃が成功しました。従来からするとウクライナ軍の攻撃が届かないと見られていた空軍基地における攻撃は、よりロシアにとっては対応が難しい新たな事案となります。そして、今回の攻撃における成果で、最も被害が大きいと考えられているのが、ロシア製のステルス戦闘機が破壊されたであろうということです。ステルス戦闘機といえばアメリカも中国も作っているわけですが、基本的にロシア産のステルス戦闘機は量産というには程遠いような状態です。すでにアメリカ製のステルス戦闘機が1000機以上作られて世界各国へと販売されているような状況なのに対して、ロシアのステルス戦闘機は全部で25機しかないのではないかと言われるぐらいに、非常に量産とは程遠いような状態です。そのうちの1機が今回破壊されたというのであれば、当然失われた割合はもっと衝撃的なわけです。では、なぜこのようにしてステルス戦闘機を大量に生産していないかといえば、元々の生産の効率性の悪さや、自分たちでは作れない部品なども含めて開発をしてしまったからです。現在の国際的な制裁下においては、必要な物資などを手に入れることができず、新たに生産できる量がかなり限られている。そのために、ステルス戦闘機を大量に作ってウクライナを空爆しようという発想がロシア側には生まれないのです。例えばこのことは、イランに攻撃するアメリカのことを考えてもみてください。アメリカにはステルス戦闘機が大量にあったからこそ、イラン軍に対空ミサイルがあったとしても、それでも構わず空爆ができたわけです。もしもロシアにステルス戦闘機が大量にあれば、たとえウクライナに対空ミサイルがあったとしても、空爆を実施することができていたでしょう。これは技術的な格差を意味します。そして数少ないこのステルス戦闘機も、ロシアはうまく活用できていません。そのことをロシア側の軍事ブロガーが批判しています。ロシア軍の戦闘機は基本的に対空ミサイルに見つかりやすいことから、ウクライナの上空そのものには現れません。前線よりちょっと離れたところからミサイルを撃ち放ったり、もしくは滑空爆弾などを放ちます。しかし、その滑空爆弾についても使用がうまくできなくなっているというのです。もちろんこれは別にゼロになったというわけではなく、うまく使えなくなっているという指摘です。ではなぜそのようなことが発生しているかといえば、前線地域における作戦行動が絶対なものとなり、その悪影響を受けているというのです。具体的には、戦闘機の整備士にも含めて前線送りにされてしまった人がそれなりにいて、突撃作戦に編入されてしまったというのです。ロシア軍の前線における人海戦術は、生きて帰ることができないことも多く、そのような任務に非常に専門的な知識を有する航空機の整備士が編入されてしまったというのであれば、
これらの人が帰ってくる可能性は非常に低いでしょう。ですから戦闘機の稼働率の低下といったものを招いているわけです。そのぐらいロシア軍の中における優先順位が無茶苦茶になっていることを意味しています。そして滑空爆弾のその攻撃目標に関しても、前線の要請といったものがより強く反映し、戦局全体に対する俯瞰したルールといったものが存在しないと、ロシア側の中の軍事ブロガーらが批判しています。例えば前線地域においてウクライナ軍の塹壕陣地があるとします。もちろんそうした塹壕陣地があるからこそロシア軍は前進できないわけですが、じゃあ戦局全体で見れば、よりウクライナにとっては重要な施設や重要な兵器といったものの方が攻撃されたらたまったものではありません。ところが前線からの要請は、そうした全体を俯瞰しての重要な施設や兵器に対する攻撃ではなく、目の前のあの塹壕陣地にとにかく攻撃をしてくれというような形で要請が入り、それに応えるばかりになっているというのです。その分だけウクライナ軍はその塹壕の後ろ側からのドローン部隊によるロシア兵に対する攻撃などを繰り返したり、より安全な地域からの砲撃を行ったりといったことが今でもできるというわけです。このような不合理さといったものがロシア軍内部でまかり通っていることを、侵略戦争を支持しているロシア側の人たちですら批判するというわけです。決して華々しい戦果としてどこかの大都市を取り戻したというような内容ではありません。しかし、これまでのようにとにかく守りに守ってロシア側の攻撃してくるその力そのものを削ぎ落とそうとする。この辛抱を続けた結果として、このようにロシア軍の占領地が順減へと転じたというのは、これまでのウクライナの辛抱が実りつつあることを意味しています。ウクライナにはこのままロシアに対する反撃能力をさらに高めて、領土の奪還を確実に進めていってほしいものです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、このチャンネルの動画作成を応援してくれる方はメンバーシップへの加入もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。